通信制高校って何？こんにちは。今回は通信制高校についてこのようなテーマに沿って詳しく解説していこうと思います。通信制高校ってよくわからないんでよろしくお願いします。まずは分かりやすいように通信制高校と全日制、定時制の異なる部分から説明していきます。確かに何がどう違うんだろう。一つ目は登校頻度です。全日制では平日の昼間、定時制では夜間もしくは昼間に学校へ登校し授業を受けますよね。しかし通信制の登校頻度は学校やコースによって違うんです。週何回登校するのか、普段は登校せずに年1回ある合宿に参加するのかなどを選ぶことができますよ。2つ目は授業です。全日制や定時制では大まかな時間割が学校側で作られています。それに従って全日制では1日5時間から8時間程度、定時制では1日4時間ほどの授業を受けることになります。一方通信制では自分で今年は何単位取得するかを決めて学校に申請し、そのために必要な回数だけ登校して授業を受けます。3つ目は在籍期間です。すべての家庭で3年以上の在籍期間が必要ですが、定時制は4年以上となる学校も存在しています。へえ、結構違うんですね。たまに通信制高校では高卒資格は取れますかと聞かれることがありますが、もちろん通信制高校は高校ですから全日制、定時制と変わらない高校卒業資格が取れますよ。履歴書にも通信制などと書く必要もありません。そうなんですね。通信制は入学や卒業時期はどうなっているんですか？通信制高校は入学が4月と10月に行われる学校がほとんどです。その時期に合わせ新入生を3、4月と8、9月に募集することが多いようですね。なお卒業は3月、9月に設定されることが多くなっています。また転入や編入といった場合も随時受け付けている通信制高校が多くなっています。通信制高校はかなり自由度が高い感じがしますが、なぜなんですか？それは通信制高校の単位制という仕組みが関係していますよ。それではここから通信制高校の仕組みについて詳しく説明していきますね。通信制高校では学年制ではなく単位制という仕組みを採用しているところが多くなっています。学年制とは1年間をかけて必要な単位を取得して時間割に合わせて勉強をしていく方法です。普段の学校生活は小学校、中学校とほぼ変わらないイメージですが、もし出席日数が足りなかったりテストの点数が悪くて単位が取得できない場合は留年となり、また1年間をやり直すことになります。一方単位制は学年というくくりはなく、自分で取得したい単位を選び学習状況も自分で管理します。単位制の場合は単位を落としてしまっても留年ということにはなりません。へえ、それは安心だな。でも通信制高校を卒業するために必要な単位数が取得できていないと卒業はできないから注意が必要ですよ。確かに。また全日制高校から通信制高校に移る場合、取得済みの単位であれば引き継ぐことが可能です。単位を引き継ぐことができれば学校が変わったとしても前の学校の学年と同じ時期に卒業することも可能になる場合があります。へえ、そうなんだ。ただ最初に少し説明した通り、通信制高校は登校頻度が全日制や定時制とは少し違ってくるので注意が必要です。それでは単位取得方法について説明していきますね。通信制高校の単位はレポートとスクーリング、テストなどを通じて取得していきます。テストはわかるけどレポートとスクーリングがよくわからないな。まずはレポートです。これは単位取得のために定められた回数のレポートを作成・提出し添削指導を受けることです。レポートといっても多くは穴埋め問題が多いようですね。なお以前は教科書で勉強し与えられた課題をレポートにして郵送するのが主流でしたが、最近ではオンライン授業やインターネットツールでの学習支援、レポート提出を実施している学校も増えてきているんですよ。それならどこでも勉強できるし便利ですね。次にスクーリングです。通信制というと登校しなくてもいいと思うかもしれないけれど、多くの学校では必ず登校が必要になってきます。この登校のことを通信制高校ではスクーリングと言いますが、スクーリングでは自宅学習でわからないところや疑問に思うことを先生に質問するなどして直接指導を受けることができます。スクーリングはどのくらいの頻度であるんですか？
スクーリングの頻度は学校や選ぶコースによってかなり変わってきます。主流なのは月2回程度ですが、全日制のように毎日登校するパターンや年5日程度で合宿する集中スクーリングまで、学校やコースによっても様々です。最近ではオンラインだけで全て完了するコースがある学校も増えてきていますよ。学校に一度も行かなくても高校が卒業できちゃうんですね。スクーリング以外にも体験授業などのレクリエーションや課外活動を用意している学校もあるので、学校に行きたい派の人はこういうものも活用できるといいですね。通信制高校って学校に行く頻度も選べるし自由度も高そうだけど、学校に行かずにちゃんと自分で勉強できるのかな。そうですね。自由度が高い分、自分のやりたいことや興味があることに時間を使える反面、自己管理ができないとレポート提出やスクーリングを忘れてしまうなんてこともありそうですよね。ただ、自由すぎて不安だったり、勉強が自分でできるか不安という人には通信制サポート校という機関があるんですよ。そうなの？サポート校については別の動画で解説しているので、気になる方はそちらも見てくださいね。それでは最後に通信制高校のポイントをおさらいしてみましょう。1つ目、通信制高校とは全日制、定時制と並ぶ高校課程の一つです。そのため得られる高校卒業資格は同じものが得られます。2つ目、途中から通信制高校に転入する場合でも前の学校で取得した単位を引き継ぐことができます。3つ目、通信制高校の柔軟なシステムにより自分のペースで勉強でき、バイトや夢の勉強などやりたいことをやる時間が十分に取れます。こんな特徴がある通信制高校だからこそ、すでに働いている人や高校を中退した人、学業不振で現在の学校では卒業が困難な人など、様々な人が通っています。最近では不登校で悩む生徒や発達障害により通常の学習が難しい生徒などにも適したスタイルとして注目されているほか、芸能活動やアスリート活動と学業を両立させるために通信制高校を選択する生徒もいるんですよ。時間の自由度が高いことでいろんな人がいろんな目的で通信制高校を選んでいるんですね。私ももっと調べてみようっと。皆さんも通信制高校をぜひ検討してみてくださいね。